この音楽を聴いているとなぜかおしゃれな気持ちになる。この音楽をかけた動画はきっとおしゃれな動画になる。気のせいじゃない。さっきの一体何だったのだ。ジャンクでお絵かきちびしきじいじゃ。まさか2回目があるとは思わなかったのだ。わしもじゃよ。そんなこんなでついに手に入れたんじゃよ、じゅんだもん。わこもムービング13お手に入れたんじゃ。お値段8万4千円。新品で買うより3万円近く安かったんじゃ。今はコムムービングパッド11が発売されてると思うのだ。それはわしも考えた。でもマイナス2インチかと思ってスルーしたんじゃ。スルーしてよかったのだ。よくなかったな。また売り切れとるからの。売る主の判断はいつも遅いのだ。でもな、わし考えたんじゃよ。このタイミングでアーム搭載のアンドロイドタブレットを出してくるということは競合他社に後押しされただけだと思うのだ。おそらく X8664 搭載のワコムモバイルスタジオプロの後継機は当分発売されないのではないかと。それも発熱やいろいろ問題あって作られなくなっただけなんじゃ。ないのならでっち上げてしまえほととりしゅ。いや、それは違うと思うのだ。ジャンクでお絵かきちびしきじいじゃ。そしてちょうど良いものを見つけたんじゃ。無視されたのだ。FMV ルークス 75G12 世代 Core i5-1230 メモリ 8GB 256GB SSD モデルじゃ。そんなことより画面が割れてるのだ。だからジャンクでお絵かきなのじゃ。はあ、貼り付けなのだ。これいくらで買ったと思う？メモリ 8GB で交換不可能とはいえ3年前に売っていた省電力タイプの12世代 i5 結構な値段したんじゃないかと思うのだ。正解は送料込みで31,450円じゃ。お、安いのだ。画面破損していてタッチパネルは機関からの。安い理由を自らばらしていくスタイルなのだ。まあでも発売当初は17万円近くしてたらしいの。これは高すぎるのだ。ちなみにタブレットと合わせても11万5,450円しかかかってないから11万8,800円するワコムムービングの新品を買うより約3,350円お得じゃ。でもこれはコムムービングパッドなら6万9,080円だからむしろ損してるんじゃ。細かいことはいいんじゃよ。とりあえず気安めにフィルムを貼っとくじゃ。アマゾンで一番安かったやつじゃな。しょいしょいしょいとな。どういう掛け声なのだ。細かいことはいいんじゃよ。ったのだ。ということで早速起動じゃ。紙パソコンらしい。完全に展示品のデモ用 OS が載ってる感じなのだ。 FMV でもと書いてあるしな。なんか戻れたんだけど。タッチパッドは生きてないんじゃよ、プヌシ。定期的に宣伝が入るし袋の AI がちょっとずれとる。ドジっ子みたいで可愛いのだ。
インストールしよさよなら福マロなのだ。う。ちなみにダックダック号検索結果の2つ目に消したいって出てくるんじゃ。悲しすぎるのだ。ジャンクでお絵かき。しょいしょいしょいとな。今回は2025年8月9日にリリースされた Linux ディストリビューションの Debian 13をインストールしていくぞ。決して最初に入ってた Windows がボリュームライセンスっぽいから使用を避けたわけじゃないぞ。こればっかりは仕方ないかなと思うのだ。それにしても随分と横に長いインストール画面じゃの。ワコムムービング13と FMV ルークスとが一つの画面のように表示されてるのだ。とここで残念なお知らせじゃ。どうしたのだ。これから先の工程をウプ主はどうやら録画するのを忘れていたらしい。相変わらずダメウプ主なのだ。ということでこの先の工程はこの FMV ルークス導入を決めた2年前くらいから所持しているテスト機で行っていく。テスト機は同じく富士通が出していたビジネス用のタブレット PC で型番は 9738V。PV の 8GB モデルじゃ。2年前とはいえ2万円近くぼったくられてるのだ。2年前は新品の FMV ルークス導入を真剣に検討していたってことじゃ。まあこればっかりはの。で結局検討しただけで2年間放置したと。おかげでジャンク品が安く手に入ったんじゃからよかったじゃないか。ジャンクでお絵かき。デビアンもインストールが終わったからの GRAM トゥールズ。手のを入れて気休めにスペックに余裕を持たせるぞ。どういう仕組みなのだ。ラムはメモリのことでそれを ZIP 形式で圧縮し、隙間が空いたところを仮想メモリスワップとして利用するんじゃ。仮想メモリだったら多少スピードが落ちるのだ。最近は SSD がメインの OS になっとるし DDR4 や DDR5 のスピードも速いからそんなに問題はないぞ。ただ HDD に OS が載っている DDR2 のパソコンだとなぜか遅くなる時があったの。再現はできんかったが DDR にもう22年前の価格なのだ。年は取りたくないの。ところでふと思ったのだ。どうした順だもん。どうして英語版のデビアン13をインストールしたのだ。日本語などの16ビット文字をシステム上で扱うとパフォーマンスが落ちたりバグったりすることが昔はよくあったからじゃ。 DDR1 の頃のトラウマを引きずってるのだ。ジャンクでお絵かき。ターミナルを立ち上げ上記のコマンドたちを SU して仮想ルート入りしてるデビアンのターミナルにぶち込んでみたらメモリを圧縮しての仮想ではあるが 20GB ぐらいの余裕ができるんじゃ。おう、でもなんで HTOP アプリを使ってみてるのだ。これも好みの問題じゃよ。GNOME デスクトップエンバイロメントにはシステムモニターっていう Windows タスクマネージャーみたいなソフトがあるんじゃがこいつは少々結果を盛り上がるのじゃ。背伸びをしたいお年頃なのだ。もう26にもなるんじゃぞ。26年を継続できてて素晴らしいプロジェクトだから人間の年齢と一緒にしてはいけないのだ。あとは好きなソフトを入れて使うんじゃ。おすすめソフトの参考 URL を概要欄に貼っておくぞ。ジャンクでお絵かき。フラットパックとそのパッケージのデータリストフラットハブと呼ばれるデビアンより新しめでデビアンパッケージにないソフトをインストールしていくんじゃ。概要欄に URL を貼っておくぞ。なんでそんなことするのだ。ウプ主にとってはデビアンパッケージだけでは少し物足りないからじゃよ。ウプ主お気に入りのブラウザもデビアンパッケージにはデフォルトで存在しておらんし、ウプ主はウォーターフォックスがお気に入りのブラウザみたいじゃな。動画の演出とはいえ最速が鬱陶しいのだ。まあ動画の演出じゃからターミナルを立ち上げシュ
ルートに設定したパスワードを入れる。順番にコードを打ち込んでいく。サイトに全部書いてあるのをコピペするだけなんじゃが、これを入れてあとは再起動じゃな。ジャンクでお絵かきちび式 G じゃ。今回はターミナルを立ち上げ、そのままこのコマンドを打ち込んでいく。結局パスワード入力は求められるのだ。それはな。なんかこう面倒なのだ。分かってないな、順だもん。面倒を楽しむのがリナックスの醍醐味なんじゃ。ちび式 G、今適当に考えて思ったことそれっぽく言うのやめてほしいのだ。手厳しいの、順だもん。ジャンクでお絵かき。ちなみにフラットバックのとある裏技を知っとるかの？一体何なのだ？シルスクリプトのショートカットを USR、ビン、傘下に置いておけば、まるでネイティブパッケージのように振る舞えるのじゃ。おーってそれなりに使えるのだ。実際に見てもらうのが早いかの。まずはフラッチールのインストール。今回は分かりやすいようにジノームストアセンターからインストールしとるじょ。見た目敵に Mac のアップストアによく似てるのだ。ジノームを作ってる人で好きな人がいるんじゃろうな。こっちの方が分かりやすいのだ。それはよかった。虫眼鏡のようなアイコンをクリックしてフラッチールと打ち込み、そのままインストールをクリックじゃ。その後フラッチールを立ち上げ、ウォーターフォックスを選択後、プログラムスフロムアーキテクチャージュ、コントローラーエリアネットワークバス、オールシステムファイルジュ、オールシステムライブラリージュ、エグゼキュータブルジュ&スタティックデータ、オールシステムコンフィギュレーションジュ、オールユーザーファイルジュの項目をオンにするんじゃ。どうしてこんなことするのだ？こうやっていろいろと事前に許可しておかないと後でエラーが発生するからじゃよ。続いて USR、ビン参加にウォーターフォックスのショートカットを作るんじゃ。ターミナルを立ち上げ、あらかじめ SU コマンドを入れて疑似ルート化したところにこのコマンドを打ち込む。続いてショートカットの作成としてナノを用いて行っていく。上記のコマンドを一言一句間違えず入力した後、CTRL 多種を起用して上書き、 CTRL 多種 X 起用してナノを閉じる。このコマンドも忘れずに入れておくとちゃんとショートカットが機能するようになるじゃ。そして再起動じゃ。ジャンクでお絵かき。続いてウェブアップ。マネージャーのインストールじゃ。ウェブアップ。マネージャーを検索して Linux、ミント、プールってところからウェブアップ、マネージャー 1.4、3、オール、リブというファイルをダウンロードする。参考 URL を概要欄に貼っておくぞ。そのままファイルを開き、ダウンロードされたファイルをダブルクリックし、ジノームソフトウェアセンターでインストールをクリックしたらインストールできるぞ。これであとはほらウォーターフォックスの横にフラットパックの文字が消えとるじゃろ。消えてるのだ。これで設定したらあれ。ただのブラウザが立ち上がったのだ。試しにフラットパックがついたやつでも設定してみるかな。やっぱりただのブラウザが立ち上がるのだ。ダメじゃな、これはとりあえず Firefox を選択して転記。JP のウェブアップを作ってみよう。ほら成功じゃ。そんなに成功をアピールしても失敗は変わらないのだ。細かいことはごまかしちゃダメなのだ。ジャンクでお絵かき。WineHQ っていう Steam のプロトンで有名な Windows ソフトを仮想的に動かすツールもインストールじゃ。また無視されたのだ。こちらもターミナルを立ち上げ、上記のコマンドを順番に
SU してパスワードを入れ仮想ルート化したターミナルにぶち込んでいくとインストールできるんじゃ。概要欄に URL を貼っておくじゃ。今回はステーブル安定版をインストールするのだ。この辺りは用途に合わせて入れていく感じじゃな。今回はクリップペイントスタジオを入れていく上でシュテーブルで十分かなと思って入れたんじゃが、問題ないのだ。基本的には NHQ 搭載のインターネットエクスプローラーが優秀じゃから問題ないんじゃけど、ソフトのアップデートのたびに Web ビューがインストールされるから、その都度アンインストールするのが面倒なくらいかの。こういう面倒を避ける場合は別の新しめのブランチ、ステージングやデベロップを選んだ方が良さそうなのだ。ただしそっちは不安定じゃから、トラブルが起きても自分で解決できる人向けじゃな。クリップペイントスタジオを入れる前には WinGUI をインストールし、ワイントリックなんかを入れていろいろおまじないじゃ。WinGUI のインストールは WinGUI の GitLab からデブパッケージをダウンロードしてインストール可能じゃ。こちらも概要欄に URL を貼っておくじゃ。WinGUI をインストールしたら具体的にどうするのだ。ダイレクト 3D のバージョン12や11のバルカン版インストールや C++2022 のインストール、あとは日本語フォントのインストール可能。まあこの辺りは用途によるんじゃ。漫画を描くのならおすすめのフォントがあるので概要欄にリンクを貼っておくじゃ。これを入れておけば文字化けはないのだ。残念ながらそれだけじゃ不十分じゃ。ワイントリックを使って VL ゴシックやタホマフォントやタカオフォント等をインストールしておくこともおすすめしておくじゃ。入れた後は WinGUI の再起動も忘れずに、あとは指示に従ってポチポチしていくだけだから慣れるとそんなに難しいこともないかと思うじゃ。ジャンクでお絵かき、クリップペイントスタジオをインストールしていくじゃ。まずはクリップペイントスタジオ公式サイトからダウンロードじゃ。概要欄に URL を貼っておくじゃ。Windows のソフトをインストールする際にはこの WinGUI のアンインストーラーをクリックするとリムーブプログラムってのが立ち上がるから、そこからインストールをクリック。そして先ほどダウンロードしたクリップスタジオペイントのインストーラーを選択するとインストールが始まるじょい。なんでこんな面倒なことするのだ。この手順が一番ソフトが安定するんじゃ。やはりワインという仮想空間で Windows のアプリを動かす上でどうしても不安定になることもある。その時に正式な手順を踏んでインストールしておけば、後々問題が起きても対処しやすくなるんじゃ。ソフトをアップデートする時もこのリムーブプログラムからインストールを選択してアップデートするのが一番安定するじゃ。そしてクリップスタジオをインストールしてから立ち上げる前にワインコンフィグの設定でクリップスチューディオ、エクシおよびクリップスチューディオペイント、エクシのWindows 指定バージョンを7にしておくのも忘れないようにの。でないとクラッシュするからの。面倒くさいのだ。もし面倒ならクリップペイントをインストール後にワインマシン自体の Windows のバージョンを7に指定したり 8.1 に指定したりするとクラッシュしなくなるじゃ。ただしソフトのアップデートが失敗する可能性があるから、ソフトをアップデートする際は失敗したら別の Windows バージョンを指定してもう一度試すとかの手間が増えたりするがの。最初に面倒を取るか後に面倒を取るか複雑なところなのだ。ジャンクでお絵かきということでインストール完了じゃ。ところでなんでこんなことしようと思ったのだ。重いからじゃよ。物理的にじゃ。最近はなんだか熱まで持つようになって
CPU のサーマルペースとかサーマルパッド交換しろなのだ。まあそれもいずれするが、こういう冷却台を買ってある程度改善したんじゃけど、ノートパソコンと持ち運ぶとなるとかさばるなって。でしょうね。ということでこの形式に落ち着いたわけじゃな。重さもこの通り軽いんじゃ。長いようで短い道のりだったのだ。でこれ使って気づいたんじゃけど、画面焼けしとるな。工場か何かの試験で使われてたのかの、あるいは学校等の教育機関で使われとったのかの。また安かった理由を発見してしまったのだ。もう一つ気づいたことがあるんじゃ。今度は何なのだ。音がよいまあ微妙なのだ。お得とはならないか。ということで改めてスペック紹介じゃ。 CPU Core i5-1230U RAM8GB 変更負荷 SSD NVMe 256GB 変更可能だが分解しづらいから実質負荷。 GPU インテル XE グラフィックスエリジブル 850MHz0.85GHz メインのラップトップ i7-1165G7 より GPU1.30GHz が弱い。こちらはサンダーボルト接続で eGPU が外付け可能。多分しない。改めて見ると何とも言えないスペックなのだ。どうした順だもん。確か 16GB モデルも存在したんじゃ。ダメじゃよ。12世代のCore iシリーズは13と14世代でやらかしたせいでメモリがたくさん載ってると安くならないんじゃ。高すぎるのだ。それにファンレスだからメモリが多くても発熱が気になっての。ファンレス熱とか大丈夫なのだ。普通に熱くなるから安い扇風機を当てとるじゃ。アリエクスプレスで300円で売ってるやつなのだ。これうるさいけどすごく冷えるんじゃよ。当てるか当てないかで5度は変わるし、これのおかげでベンチマークが干渉できたりするんじゃ。ジャンクでお絵かき。ベンチマークが乾燥できないってどういうことなのだ。わしにもわからん。干渉できたベンチマークを貼っておく。まずはシネベンチ R15 オープン GL31.25fps CPU652CB。 おう、でこれ高いのだ。まずまずってところじゃの。モバイル向けチップとしてはよく頑張っておるよ。続いてシネベンチ R23。 こちら一つずつ干渉するたびにアプリが落ちたので分けて表示する。安定版 YMHQ とは一体何だったのだ。 CPU シングルコア1276ポイントする。 CPU マルチコア10 4311ポイントする。 MP レシオシングルマルチ性能比率 3.378 ぐらいじゃ。おう、これって高いのだ。わしがメインで使っているデスクトップの半分くらいの性能が出とる。同じスレート数なのにシングルとマルチともに結果が負けてるのだ。最近の AMD ライゼンはすごいな。ちなみにシネベンチ2024は起動すらせんかったんじゃ。安定版とは一体何なのだ。わしにもわからん。でもギークベンチ6はしっかり干渉できたからデータを貼っておくぞ。シングルコアスコア2088、マルチコアスコア5414、 GPU バルカンスコア6845。ちょっと待つのだ。ワコムモバイルスタジオプロ持ってるのだ。持っとるじょ。 M に実搭載の iPad Pro や Mac mini まで持ってるのだ。持っとるじょ。じ
じゃあなんでこんなことしてるのだ。まず大前提の話としての重いんじゃよ。身も蓋もないのだ。どれもこれもみんな重くて持ち歩いてるとちょっとつらかったんじゃ。無理しないでほしいのだ。ちなみに iPad Pro とはコムムービング13を直接つないでもタッチパッドも効かない外付けモニターになるだけじゃからな。ドライバが対応してないのだ。でも正直前にレビューしたワコムシンピック13 Pro でもよかったんじゃないのだ。そう思うじゃろ。これも重いんじゃよ。まさかの本体だけで 1kg 超えだったのだ。ここから半分以下の重さにしたのじゃからすごく企業努力したんじゃろな。開発者様方には本当に頭が下がります。ジャンクでお絵かき。これ実際に外で持ち運んで使ってきたんじゃ。ちょっと待つのだ。どうした順だもん。いろんなものがいっぱいつながってるのだ。そりゃ3200円で Amazon で買った USB-C ハブや300円でアリエクスプレスで買ったミニキーボードじゃな。得したお金より多くのお金を使っているのだ。細かいことはいいんじゃよ。実際のところはどうだったのだ。反応も悪くないし良いと思うじゃ。画像処理とかメモリや CPU にたくさん負荷をかけることをしないのであれば特に問題はないような気がするの。比較的軽量な Linux だから手のもあるかもしれないのだ。ジャンクでお絵かき。ちなみにこいつはちょっぴり高度なんじゃが、フェイドロイドってのをインストールすれば Android アプリもいくつか扱えたりするじゃ。上記のコマンドを順番に週でルート化したターミナルにぶち込んでインストールしていくとよいじゃ。概要欄に URL を貼っておくじゃ。Google プレイ込みの GAPPS 版をインストールする場合は Google プレイサーティフィケーションってのをしなくてはならん。Google アカウントにデバイスを登録するには上記 URL 内のサイトで改行なしの1行で打ち込んでいったコマンドで表示された数字の文字列を Google アカウントにログイン後打ち込んでいくんじゃ。そんなことできるのだ。基本は参考 URL から該当部分をコピー&ペーストするんじゃよ。現代技術は偉大なのだ。Google サービスに変更が反映されるまで数分待ち、ウェイドロイドを再起動じゃ。ざっとこんなもんじゃろう。他にはリンクとかクリタとかブレンダーとかのソフトがおすすめじゃな。無料じゃから試してみるとよいじゃ。あともしタブレット PC やラップトップ、ノートパソコンを使ってるなら TLP をインストールするのも良いじゃ。電池が長持ちするらしいじゃ。ただし最初に入っていたデスクトップ向きの電源管理は消えるから注意が必要じゃけどな。ジャンクでお絵かき。正直一つわからないことがあるのだ。どうした順だもん。なんでそんなに X8664 アーキテクチャーにこだわるのだ。ワコムが発表したムービングパッド14プロもスナップドラゴン搭載の ARM が採用されてたのだ。そうじゃない、やっぱり Linux がインストールしやすいからかな。Android 搭載機に Linux をインストールするとサポートが外れてしまうし、下手するとそのまま分鎮化もありえるからな。他に理由はないのだ。あとはブレンダーが良い感じに動くからじゃな。ブレンダーがもし正式に Android に対応したらどうするのだ。乗り換えるかもしれん。フットワーク軽すぎて逆に恐ろしいのだ。ジャンクでお絵かき。そういえばプロペンさんに対応してたみたいだけど実際どうなのだ。重さが軽くなったぞ。それ以外は。このイラストを見てもらったらわかるかもしれんが、可愛い僕が2人いるのだ。こうやって描き比べてみても重さ以外の描き心地の違いを感じ取れなかったんじゃ。ウプ主の画力向上に乞うご期待なのだ。といったところじゃ。どうじゃったかの。なか
かなか面白いなと思ったのだ。ということで表にまとめるとこんな感じじゃ。これからどんどん使ってみて気づいたことがあればまた動画を作るかもとオプ主も言っとったような気がするじゃ。それもいつになることやらなのだ。今後もこのわしの考えた最強のワコモムービング13モバイルデュアルディスプレイをよろしくじゃ。ダサいしワコムに怒られるからその呼び方を今すぐやめるのだ。やめます。ではそれではご視聴ありがとうございました。この音楽を聴いているとなぜかおしゃれな気持ちになる。この音楽をかけた動画はきっとおしゃれな